はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。音と波形と言葉で表現する MD ジャックチャンネル。今回のレビューは何？はい、今回のレビューは、ギークウォルド GK12 ウルトラです。パッケージを開けた瞬間、思わずにやりとして、懐かしい記憶が呼び覚まされたファンも多いんじゃないでしょうか。パッケージの上蓋なしで、こういう感じ。GK10 の梱包にそっくりなんだわ。これってデジャブってやつ？いや、デジャブじゃなくて、ガチで5年前とほぼ同じパッケージングっぽいね。価格が8000円台とかなりコストダウンしてますから、ギークウォルドの他モデルのような豪華な外箱にはできなかったんでしょうね。だとしても高まる。このおなじみのパッケージングも含め GK12 ウルトラはあの GK10 のハート型シェルのフォルムをそのまま受け継いで原点回帰しているみたいだ。ウェブではフェイスプレートがブルーだけど、手元にあるのはブラウンとブラックが混ざった感じだね。でもカラバリがあるわけでもないんだよな。あとノズルの角度がちょっと変わったかな。そのようね。可愛い見た目とは裏腹に中身は 2TT、2PS ボーンコンダクション、1BA、1プレイナーという4種計6機のドライバーを詰め込んだ超ド級構成ね。相変わらずギークウォルドさんって太っ腹なんだね。ミミーちゃんのお腹と同じかも。なんだと1万円切るクラスにビエゾ式骨伝導が2機、さらに平面駆動まで並列で入ってる。広域側の物量がバグりすぎてて最高かよ。空気伝導の音に骨伝導のリアルな振動が頭の中でブレンドされるから、目の前で演奏されているような圧倒的な臨場感のサウンドステージが楽しめるってことだわ。この独自の樹脂シェルには実はもっとちゃんとした技術的な理由があって、ピエゾ式骨伝導はシェルが耳の皮膚や骨にしっかり密着しないと進化を発揮できないから、この高密度なレジンボディが極めて有効に機能するんだよね。耳の凹凸に自然にフィットするエルゴノミクス設計のおかげで、これだけドライバーが詰まっていても装着感は軽くとてもいいです。これなら激しくヘドバンしながらポテトチップス食べても絶対にずれなさそう。質量バランスが秀逸だから、動いても全く落ちる気配がないのは信頼できるビルドクオリティだわ。ケーブルも高純度の銀メッキ線が採用されていて、低遅延でクリーンなロスレス伝送ができるから、音の分離感の良さに一役買っているんですよ。これだけ複雑な構造だと鳴らすのにものすごいパワーが必要なんじゃない？私のパワーは今お腹空きすぎて残り 3% だよ。ミミーちゃんの充電残量は置いといて、 GK12 ウルトラはインピーダンス24オーム、感度107デシベルだから、スペック上はかなりドライブしやすい設計になってる。スマホやポータブル環境でも十分に鳴らしきれる扱いやすさがありつつ、再生環境を豊かにすればするほど波形の歪みが抑えられた本来の実力を発揮してくれそうですね。かつてアリエク界隈に旋風を巻き起こしたあの GK10 の遺伝子が最新のマルチレイヤー広域構造でどう現代に蘇ったのか、サウンドチェックで確かめてみよう。はい、では早速聞いてみましょう。ボリューム上がります。はい、サウンドチェックでした。今回の比較はギークウォルドでまとめたんですね。発売当時の価格はだいたいこんな感じです。GK10 は5年経ってますからもう売ってないみたいですけど、やっぱり原点だから比較したんですか？そうだよ。GK10 へのオマージュってことで。オマージュ？私はおまんじゅうの方が。
ほれほれ、お腹空いてるんでしょ？食べときな。で、GK10 はバランスが結構良かったと思いました。もう少し低域のピークが下の方にずれていれば良かったのかも。確かに 200Hz 前後が結構出てるもんね。はい、でも GK12 ウルトラの低域が結構すごいんで、比較モデルが余計軽く感じるんですよね。一方 GK12 プロは広域がかなり目立つチューニングで、収録音でもはっきり差が出ていましたね。そうだね。これは広域のピークを EQ で抑えれば結構いいバランスになると思うよ。例えばこんな感じかな。なるほど。レベル自体も上げて比べると分かりやすくなりますね。リスニングの時はこうなりますもんね。それと収録音では差分を 100% 再現しないよう少し聞きやすくしてある。その方が実機のニュアンスに近くなる場合もあるからね。さてミニーちゃん、おまんじゅうは食べ終わったみたいね。うん、お腹いっぱい。美味しかった。じゃあ、ここは任せたわ。イヤーチップの比較だね。オッケー。バンドル2種に極端は差はないようだから、ディワイナスベルベットも重ねてみると、ベルベットの低域はバンドル2に、高域はバンドル1に似たカーブになっているようだね。その他、手持ちのイヤーチップを重ねてみると、GK12 ウルトラはこの帯域をかなり抑えてるから、セドナイヤーフィットオリジンのように高域が少しでも早く立ち上がってくるものを使ってみるのもいいかもね。では、GK12 ウルトラ実機視聴の印象です。ジャックさん、愛も主張しましたけど、低域が太く、高域は刺さらず、波形を見ない段階では結構いいバランスなのかななんて思っていました。聞き疲れしにくい質感というのは同感。GK12 プロにバンドルされてた 4.4mm にリケーブルして聞いてみたけど、バランス接続がおすすめだな。2DD がどういう割り振りで低域を担当しているのかわからないけど、かなりどっしりしていて良感もある。全体としては愛ちゃんの言うように聞き疲れしにくいからずっと聞いていられる。そういう意味ではいいと思った。ただベースもバスドラのキックも中高域以上の成分もないとアタックがはっきりしてこない。あ、スネアやフロアタムもだな。だから低域のレベルを維持するなら最初から気になっていた4キロ付近の大きな谷、まずここを持ち上げたいね。それとここの谷も一緒に持ち上げてみた。低域の主張が結構強いんでこのぐらいでバランスが取れると思う。実際リズムセクションは硬質になり抜けが良くなったし、ボーカルメロディーが明瞭になる帯域でもあるので、低域はどっしり、中高域以上は明瞭で改造感が上がりといい感じにまとまったと思う。元のカーブと結構違っちゃったね。そうだね。でも触ったのは2箇所だけ。もしここを触らないなら低域を下げてバランスを取るのもありでやってみたけど、やっぱそれだけだと中高域以上のディテールが今一つ見えてこなかったわ。10キロ以上はおそらくピエゾボーンコンダクションの担当でしょうから、微振動は測定で拾えない部分もあるんでしょうね。そうだね。そのまま聞くと改造感をあまり上げない聞き疲れしにくいチューニングなので、プレイナーやピエゾボーンコンダクションがどこまで活かされているのかちょっと分かりづらい気もしたけど、これらの谷の調整とリケーブルでかなりいい感じになり、空間の広がりも見えてきた。8000円台でこれだけのドライバーを搭載したモデルとしては破格ですから、それだけでも買っちゃって良さそうですよね。そのまま聞けば聞き疲れしない質感。ちょっと自分好みにすれば2ランクぐらいは軽くアップする別の顔を持っていることも確かなので、調整するのが好きな人にもいいんじゃないかなって思ったよ。はい。ということで、ギークオールド GK12 ウルトラのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。